星野シャナのスターライトラジオ。こんばんは、星野シャナです。今回はカラオケの話をしようと思います。きっかけは特にないです。そう、なんかふっとカラオケの話をね、したいなって思ったんですよ。なんというか、あるある話みたいな。そう、私がね、意外とカラオケ通ってた方だと思うんだよね。多分。あんまり自信ないけど。そう、一番通ってたのは高校生ぐらいの時で、そう、高校生になると帰り道に寄り道していいっていう感じになるじゃないですか。一応ね、中学生まではダメっていうところ校則とかでも多いから、なかなかやってなかったんだけど、そう、高校生になってから帰りに寄り道ができるってことで、めっちゃカラオケ行ってた。週に2、3回ぐらいのペースで行ってた時期があって。そう、学校がね、半日で終わる日とかほぼ毎日のように行ってたね。そう、だから会員証とかがね、めちゃめちゃ上がるわけですよ。ゴールド行ってたかな。いや、でもシルバーまではね、行った記憶があるよ。そう、めっちゃ通ってました。お気に入りのカラオケ店舗は歌広場です。よろしくお願いします。はい、というわけで、なんかカラオケであるあるな話をしていこうと思います。本当にただの雑談です。もうね、カラオケ行くと、まず何歌おうか迷いません？いや、これ結構大きい問題だと思うんですよ。私はね、さっき通ってたって言ってたけど、通ってたのはあくまで一人カラオケの話なので、あのね、誰かと行くカラオケは全然慣れてないんですよね。もうむしろ苦手というか、そう、こんだけ歌ってみたの動画とか出してるくせに人前で歌うのめちゃめちゃ嫌いなの。おかしい話ですよね。そう、人前で歌うのは嫌いなんだけど自分の声は残したいと思ってさ、こういう形になったわけですよ。だから人とのカラオケ全然行ったことなくって。そう。で、誰かと行った時に一番悩むのが選曲なのよね。結局何歌おうってなっちゃう。なりません？そのグループで行った時とかさ、最初の1曲目あれどうしたらいいかわかんないよね。なんかさ、どうする？何歌う？みたいな。あ、〇〇ちゃん先決めていいよ。〇〇ちゃんの方が歌いたい曲あるならどんどん入れちゃってみたいなさ、謎の押し付け合いが始まるじゃん、あれ。あれ悩むよね。なんかみんなが知ってる王道の曲とかさ、最近流行りの曲を入れるべきなんだろうなっていうのはすごいわかるんですよ。わかるけど、ねレパートリーがさ、いやー、なんかもう今までのね、上げてる動画見てもらえば大体わかると思うんですけど、アニソン系統、ボカロ系統に偏りすぎなのよね。そう。だから、なんだろうな。別にそういうの嫌いなわけじゃないと思うんですよ、友達も。なんとなくそんなに聞いたからといってめちゃめちゃ嫌な顔をする子じゃないとは分かっていても、最初にそれを出すのってどうなんだろうって思ってしまって、結局1曲目がほとんど歌えないみたいなことは結構よくあります。ないですか？そう。で、そういう時に私がどうするかっていうと、最終的にはアニソンの中でバンドがやってる曲を選ぶんですよ。なんかバンドなら許されるかなって。伝わる？そう。アニソンの歌えるレパートリーの中で、なんだろう、ガッチガチの声優さんがやってるやつとか、キャラクターソングみたいなやつじゃないやつ。バンドが歌ってるオープニング曲とかエンディング曲とか。で、そのバンドっていうのも、なんでしょう、アニソンって結構マイナーじゃないけどさ、駆け出しバンドで採用するみたいなのとか、あと声優さんが入ってるバンドを取り上げたりとか結構あると思うんですけど、そういうのじゃなくって、もうめっちゃレジェンド。もうすんごい、名前ぐらいはさすがに聞いたことあるっしょみたいなバンドがやってるオープニングとかエンディングの曲を歌うんですよ。そう、まあ曲名で知られてないこととかも多いんだけどね。多くても、〇〇っていうバンドだよって言えば伝わるから、そう、そこならまあギリギリセーフじゃないって言って、私はよくやっちゃう。ユニゾンスクエアガーデンとかよくやっちゃう。そう、好きなんですよね。全然バンドとして追っかけてるわけでは1ミリもないんだけど、なんか、ふとね、あのアニソン好きだなって思って調べると、同じバンドに行き着いたりするよね。そう、だから大体アニソンとバンドを最初の方に選びがち。
でなんかだんだん雰囲気ほぐれてきて、もしくはめちゃめちゃ疲れてきてなんかもう何でもいいから歌ってくれみたいになってきたら、もう本当にもう趣味全開というか、ガッチガチなアニソンね。それこそなんかネタでって言ったらあれだけど、通用しない子、知らない子に向けてラブライブの曲歌ったりとかも全然する。仲良かったらね。なんだろう。めちゃめちゃ仲いいわけじゃない子にはさすがにやらないですよ。なんかね、打ち上げみたいな感じで、あ、この人と出かけるの初めてみたいな状態でそんなことはしないですけど、そうそう。最初はまずアニメかけるバンドみたいなところで入りがちよね。そう、あとさ、その人と行くシリーズとかで、途中で店員さん入ってきた時の気まずさすごくない？いや、これ一人でも同じだな。あ、てかそもそも私一人の時は店員が入らないようにするわ。そう。なんかね、基本的に注文しない。来てほしくないから。し、私の愛する歌広場はね、基本的にドリンクバーだから、店員さんがドリンクを持ってくるということもないので、そう、基本的にこう遮られずにというか、恥ずかしい思いをせずに歌い切れるのがいいところだと思ってる。そう、ただ、なんかね、グループで行ったりすると結構頼む人とかもいるじゃん。ご飯食べるとか、あとはワンドリンク制のね、あそこあるじゃん。カラオケとか。そのワンドリンク制の時とかめっちゃ困るよね。ワンドリンク注文しました。時間があるので、何歌うってなって歌い出します。で、1曲目か2曲目ぐらいで店員さんが、お待たせしましたって入ってくる、あれよ。そう、あれさ、来た時に歌い続けられる人、マジでメンタルすごいなって思うの。私は無理。しかもなんか、プツって潔く切るんじゃなくて、あ、今いい感じですごい盛り上がってたんだけど、みたいなさ、徐々に、言葉尻が弱くなっていく感じの、あっちになっちゃうから、そう、なんかお互いに申し訳ない気持ちになるよね、あれ。そう、だから歌い続けられる人すごいなと思う。私は途中でやめちゃう派です。あとね、飲み物の話もしたいの。皆さんカラオケ行ったら何飲みます？ドリンクバーの話をしたい。私がね、ドリンクバー常連の民だから、そう、ドリンクバーで何飲むって話なんだけど、私ね、めちゃめちゃホットドリンク飲む。機械でやるやつね。みんな機械でやるか。そう、ミルクティーとか、いちごミルクとか、ココアとか、抹茶オレとか、なんかあるじゃん。ああいうやつ。ガストとかによくある、デジタルの機械の。あれね、めちゃめちゃ入れがち。っていうのも、私カラオケ行くと絶対冷房つけるのよ。なんか歌ってるとやっぱ暑くならん？絶対こうエネルギー消費してるからさ、すんごい暑くなるのよね。もう夏だろうが冬だろうが。だから絶対エアコンつけるのよ。そうで、エアコンつけるとちょっと肌寒いなとは思うの。てか喉がさ、やっぱあったかい方が開くかなって思うじゃん。別にプロ意識があるわけじゃないんだけど。趣味の範囲でもなんかそれをちょっと感じる気がするから、あんまり喉を冷たくしたくないなって思うわけですよ。そうで、結果ホットドリンクを飲むっていう方向に行ってる。まあ美味しいんだよね。こたつでアイスみたいな感覚になります。冷房をねつけながらホットドリンクを飲むっていう、すごいいいですよね。歌う感じ、多分点数も良くなるんじゃない？知らないけど。そうでね、そのホットドリンクの中でも、それこそミルクティーとかいちごミルクとかはめっちゃ飲む。でね、最初の頃はね、ココアすごい好きだった。なんだろうね。私、甘いものを好きだからさ、ココアってそれの究極系な気がして、そう、がっつり、甘さに偏ってる感じがすごい好きなんだけど、ココアはね、カラオケでは飲まんのよ。粉が喉に残るの。いやー、伝わるかな？なんか共感してくれる人いたらすっごい嬉しいんだけど、ココアは、なんだろうね。なんかココアの粉がね、すごい喉に残る。さっきと言ってること同じだね。そう、なんかミルクティーとかいちごミルクとか、あっち系の方がね、まだ粉っぽさがね、ない気がするのよ。そう。なんか結局さ、喉に粉残るとガサガサした感じになって歌いにくくなるじゃん。そう。から、あんまりココア飲まなくなったね。そう、カラオケ初心者の頃は飲んでた。昔はね。そう、でもだんだん週2とか3とか通うようになって、なんか動画用に録音したりとかするようになって、そう、ココアって飲みにきなって思い始めたからやめちゃった。っ
っていう感じかな。冷たい飲み物ほぼ飲まないけど、ジュース全般で言ったら私はオレンジジュースが好きです。あとカラオケで言うとね、私半額デーの喜びを分かち合いたい。いやー、半額デーって素晴らしい文化だと思わない？私は思う。もうね、学生時代、高校生の頃にそれこそ通ってて、半額デーの日と、テストとかで早く帰れる日が重なった時のあの感動は忘れられないね。もう大歓喜よ。喜び。もう真っ先に直行するもんね、カラオケに。そう、でも半額でやっぱ混むからさ、混むからすぐ行かないと入れないの。しかも一人カラオケだからさ、ね、部屋がさ、なんか悲しいな。そう。なんか今は受け入れてくれるところ結構多いとは思うんですけど、やっぱりね、その3人とか4人用に作られてるところに1人入れるとね、回転率がよろしくないしね。しかもフリータイムなんて言ったらとんでもないですよ。ね、収益的にね。そう。いやまあその辺の事情はわかるからね、フリータイムじゃなくて時間指定でも入れてくれるありがたさをすごい噛み締めてた。そうなんですよ。一人だとね、そういうところ肩身狭いよね。かといって一人専用だとね、ちょっとね、敷居が高すぎたね、私には。なんかちゃんとあるじゃないですか。ヘッドホンと、いわゆる歌ってみたの人が使ってる系のマイクをさ、貸してくれるタイプの、一人オンリーカラオケ専門店みたいなの。あれも、存在自体は知ってたんですけど、やっぱお値段的にちょっとするなっていうのと、近くに通える場所にあったのかな？あったかもしれないけど、生きにくさを感じてたんだろうね、当時の私は。そう、みたいなところで、結局ずっと歌広場にお世話になってたね。ありがとう、歌広場。そうなんです。だから半額で、いや、大人になってからはまだ行けてないのよ、ほとんど。多分半額ではね、まだ行けてないはず。から、なんか、より貴重性が増したよね。いや、もうめっちゃ行きたいの。カラオケ行きたいんだけどさ、本当にね、行く時間がないよね。もう、学生の皆さんはどんどん行ってくださいって思います。そうで、人数関係の話でもうちょっとすると、人数少ない時に大部屋当てられるとさ、謎にテンション上がりません？私は、なんだろう、割と興奮しちゃう方なんだけど、寂しいって思うもんなのかな？どうだろう。一回あったのはね、私友達と行ったのよ。なんか勉強会しようとか、なんかそんなこと言ってた気がするけど、4、5人 ?6 人いたかなぐらいで、そう、カラオケにね、行ったんですよ。行ったら、なんかめっちゃ宴会用の部屋みたいな。あれ何人入るんだろう？多分10人以上優に入る部屋。15ぐらい定員いけるんじゃないかな。なんか動かせる椅子とかもあって、長机3つぐらい、4つぐらいくっついてたから、もう超でかい部屋。そう、モニター2つぐらいついてた気がするけど、縦長の部屋だからさ、席に座ってる人が見えるように1個と、あと歌ってる人がさ、前に出て見られるように後ろに1個ついてたような気がしなくもない。そう、みたいな、とりあえずとにかく大きい部屋が当たった時の興奮よね。やったーって言って喜んで、ソファーガーンってもうめっちゃ寝そべってる人いたし、やばいよ。だって友達全員横になれるぐらいのスペースがあったからね。いやーなんか嬉しいなって思いました。なんか大きいと興奮するよね。単純だよね、脳みそが。いやでもそういう小さいところで喜んでいくべきなのよ。まあでも一人でカラオケ行くようになってからは基本的にはないですね。まあなんだろうな、3人用の部屋当てられることが多いけど、たまに4、5人用っぽい部屋とか、もしくは8人ぐらいなら入れそうな部屋くれることもある。まあでもそこは店舗とか混み具合によるよね、結局。タイミングよ、タイミング。だから当たったらラッキーだなぐらいで私はいます。嬉しいもんは嬉しいのよ。そうで、さっき友達と行って大部屋当たったっていう話したと思うんですけど、私カラオケで勉強会に成り立たないと思ってるわ。これは経験者だから語る。カラオケで勉強会は成り立ちません。でもあんなん歌うに決まってんじゃん。そう、なんかね、学生が
こう集まってワイワイ勉強できる場所少なくなってんのはね、わかるんだけど、いやでもね、結局カラオケに行ったところで勉強しないよ。でも一人マイク触ったら絶対全員触るんだから。そうなので、勉強したい人はね、もうちょっと他の場所を探してください。そうなのよ。いや、最初はね、全然歌う気なかったんですよ。それも多分テスト前の勉強会とかだったと思うし、そう、本当に仲いい子で、結構得意科目がみんな割れてたから、お互い教え合おうよみたいな。で、提出の課題も全部終わらせようって言って、みんなで行った記憶があるんだけど、そう。いや、でも最初1時間ぐらい頑張ったのかな、みんなで。なんかやってた気がしたんだけど、カラオケのさ、BGM みたいなのあるじゃん。ずっと流れてる CM みたいなやつ。そう。なんか無音なのも寂しいなと思って、確か流してたんだよね。そう、流してて、結局誰かがそれに反応しちゃうから、あ、〇〇じゃんみたいになって反応しちゃうから、そう、そこからね、勉強じゃなくて脱線して、なんか雑談が始まるわけですよ。そう。で、一回雑談するともう止まんないわけね。いや、いいことだと思うよ。そう、だから、ね、もう勉強なんて手につかない。そう、だからまあね、勉強できる場所増えたらいいなと思うんだけど、カラオケはやめた方がいいと思います。まあお金払ってるしね、騒いでもいい場所だし、ドリンクバーついてるし、別にね、文句は言わないですよ。文句は言わないけど、経験者は語ります。カラオケで勉強会は成り立ちませんでした。これは実経験、実際にやったことなので、お伝えしておきますね。はい、というわけで一気に駆け抜けて喋りましたが、どうだろう、私のカラオケあるある話は共感を得ているのだろうかとちょっと不安にもなりますね。いやでもカラオケは楽しいよ。結局そこに尽きる。そう、お友達と行く機会ね、私は多かったわけじゃないから、一人カラオケも楽しいよってことは言っておきたいけど、まあ一人カラオケに限らずみんなと行くカラオケも結局楽しいなって思えば楽しいんだよね。もちろんね、緊張するし、私はこう自分が歌うのめちゃめちゃ嫌いな方だから、結構勇気はいるけど、まあでも、覚えてる人ほとんどいないからね。そこに尽きるよね。たまに、ごく稀に、なんかね、あなたの歌い方好きだよみたいな。なんかいつもじゃないね。たまに聞きたくなるんだよねって。だから一緒に行こうよ今度っていう話をしてくれるお友達もね、いるんですけど、まあ私自身が嫌いだからね。それ言ったら元も子もないか。はい、でもカラオケは楽しいよっていう話でした。なんかまとめ方は雑で本当に申し訳ないんだけど、終わりです。もうこれ以上話すことはありません。はい、カラオケに関する雑談でした。最後までご視聴いただきありがとうございました。お相手は星野シャナでした。おやすみなさい。